接影響を受けたっていうわけでもなくてもいいので、まあ絶対影響はあると思うんですけど、好きなアーティストとかバンドとか話を、まあSAPT でベースになってるのは先ほどお話しした70年代後半から現れた UK エレクトロニクスとか、まあその辺でインダストリアルミニマルシーンでもその人たちってじゃあ何影響を受けてるかっていうと、実はクラウドロックだったりとか、サイケデリックミュージック、じゃあなんでクラウドロックとかサイケとか好きなのかなって遡ると、なんか自分ダムドが好きだったんですよ、実は、でダムドって結構カバーやってて、サイケバンドのカバーとかです、まあサイケバンドやってますもんね。夏のマット&ナイトメアーズとかで、やっぱリッターとかシーズとか、キャプテンはピンク・フロイドのカバーもしてるし、なんか結構サイケデリックと面白いのが、アメリカで発生してイギリスに飛び地して、でドイツに飛び地して、なんかドイツでクラウドロックっていうジャンルが生まれて、各国で独自の進化を遂げてて、なんかサイケデリックって結構自分が音楽やる上で肝だなって思ったのが、やっぱサイケって基本リバーブじゃないですか、リバーブ感と、あとオルガンが入ってるとサイケになる、オルガンの音、あとメロトロンとオルガン結構重要だなと思って、まあ、メロトロンはもうシンセサイザーのおじいちゃんみたいな感じなんで、で結構メロトロン使ってるし、でオルガンはやっぱりスプリングリバーブがハモンドオルガンに入ってて、あれですよ、ツインリバーブ、フェンダーのギターアンプのスプリングが入っててギャンって鳴らすとリバーブがバーンって、あれがオルガンに入ってて独自の音がしてて、やっぱりオルガンとメロトロンって結構シンセサイザーに通じるものがあって、でサイケデリックが今度ドイツに飛んでクラウドロックになって、でドイツは独自の進化を遂げてるじゃないですか、ドイツってすごいイギリスと違って、イギリスはサイケデリックが終焉した後にみんなハードロック路線になってるよね。まあ有名どころの人たちもそうですよね。そうだよね、みんな結構ハードなライブでいかにハードにするか、音をでかくするかみたいな。だけどクラウドロックは逆になんか独自に進化をしてて、で割と鍵盤楽器が進化してて、ノイとかクラスターとかハルモニア、クラフトワーク、いわゆるロックにめっちゃ行くみたいな人ってあんま確かにジャーマンロックっていなかったね、いないんだよね。やっぱこう自分が好きなミュートとかインダストリアルレコードの人たちってやっぱりクラウドロックの影響がめちゃくちゃ強くて、そこら辺ってリンクしてくるな。なんか自分で考えて振り返ってみて、そういうのが好きだなって思う原体験とかって何かあります？サイケって今なんかワードが出たんですけど、それ遡ると中学校の頃の話になっていいですか？うち実家にストーンズとビートルズのレコードがあって、うちの親父とかおじさんが好きだったんですよ。ストーンズの初期のブライアン・ジョーンズがいる頃のレコードで、何気なしに聴いててなんだかすごいな、パンク、すごいやっぱパンクっぽい、パンクだし、でもなんだろう、ネオフォーク的なネハンさも感じるし、なんかサイケデリックな感じもするし、そこの感覚がじゃあ割と残ってて、後から聞いた時に少しその原体験に近い、なんかそんな感じですね。原体験重要なのかな。そのインダストリアルとかにハマる、この辺のでもポップなものを聴いてたんですよ、バンドやってる時は。やっぱバンド編成がインダストリアルの方の時はそう、例えば、デペシモードだったりとか、シンセサイザーがいるマガジンとか、バンドありきのみたいな、そうウルトラボックスだったり、ニューオーダーだったり、その頃はやっぱりベクトルがバンドで方向性がそうだったんで、あんまりソロアーティストとかミニマルな人たちを聴いてたんだけど、そこまで掘り下げてなかった。だからやっぱ SAPT 始めた時はやっぱ SPK とか TG は結構キーワードで、ノイズなのにシンセサイザー使っててすげえなって。僕そのあたりが好きだと思うんですけど、インダストリアルの、そこら辺のちょっとお話をさっきも軽く触れてくれたと思うんですけど、前の話で。じゃあ繰り返しになりますけど、SAPT のサウンドのベースとなっているのが、ミュートレーベルだったりラフトレード、インダストリアルレコード、いわゆるイギリスの北部の人たちなので、やっぱりもう極めつけはもうこのインダストリアルレコードストーリー、もうこの人たち最高。この北部の人たちっていうか、やっぱりちょっとこういわゆるマンチェスターとかロンドンとかとの主流じゃないエレクトロニクスのアーティストたちってなんか変で、やっぱりドラムがいないアーティスト、バンドが多い。あと一人でやってる人たちとか多くて、オーストラリアの SPK とかアメリカのモンデカッツァとかも入ってるんだけれども、やっぱり基本的には一人で何かやってたりとか、バンドっていうよりはドラムがいない編成でシンセサイザーがいたりとか、ノーマルなんかもね、ダニエル・ミラー一人の
ユニットだし、あとやっぱこれにリンクしてるのがシェフィールドシーンの代表するバイスバーサが出したコンピレーションのバイスバーサっていうのは後に ABC っていうバンドになってエレポップで大ヒットを出す人たちなんだけど、ヒューマンリーグとかと一緒でやっぱりシェフィールド時代はかなり実験的なミニマル音楽をやったっていう感じですね。でやっぱ極めつけキャバレーボルテー、キャバレーボルテーはもうねドラムもいないギターベーステープシンセみたいな、あとなんかこの時代の人たちってパートにテープってのがいるなんでパートでテープって使い方が分かんないですけど、今となっては想像できるのはシーケンサーってトラックが入力して2曲分しか入れられなかったりとか1曲しか入れられないメモリー機能がないんで、あらかじめオープンリールとかテープにバックトラックだけ入れたものを流す、それに流した上にシンセとかギターを入れて、歌を入れてライブ演奏するっていう、そういうテープを流すパートの人がいたりとか今となっては使う人がいないですよね。まあ今だとそれをサンプラーだったり本出しでやったりとかラップトップでやったりとか、だからラップトップの代わりをテープみたいなやりたいことをやるために必要だった、まあ必要だったパートだっていう、パートっていうか流すだけでだいたいシンセやる人がテープをやってるっていう、それで兼ねてるっていう、意外と革新的だなって僕は思うんですよね。なんか今になって聞くとシーケンサーってなんか横軸の音楽っていうか、なんかリズムがあってっていう、なんかテープってこう質感の違いっていうのが圧倒的に出るから、今聞くとそれがすごいテープで入るとなんだこれっていうのがあって、そこがまた奇妙さに一役買ってんのかなっていうか、カセット MTR でオケ流してバックトラック流してリードのシンセ弾いて歌うとかこだわってる人もいるし、やっぱり自分の演奏もそうなんだけどシーケンサーってリアルタイムで2曲しかメモリーができなくて、なんか限界があるらしく、だから生演奏で実機でやるにもどうしても限界があって、その2曲以外じゃあ曲やるときにテープっていうわけのわからないパートが出てくるっていうまあ使いようによっては別に現代でも何かしらしてる者がないっていう印象なんですよ。トータスがああいう編集とかをやってんのってそこの狙いがとしてはあんのかなっていうか、こう単純にこうリズムの時間軸が違う方向ベクトルの何かを作るために編集で、なんかやっぱラップトップじゃない実機の温かみというか、まあそうですよね、それは絶対そういう感じなのかなっていう。でなんかやっぱこの辺の人たちはそういうことに挑戦する人たちが多く、まあインダストリアルとかミュートとか、まあさっきも話したけど自分たちは結構パンクだしフロンティア精神持って面白いことやってるんだっていう意識がすごく強くて、でやっぱりクラウドロックとかの影響とかがものすごく強いのかなっていう、ドイツのエレクトロニクスにすごく影響を受けてるなっていう。クラウドロックの話出たんですけど、その後の例えば DAF とかアレシャンブルクとかジャーマンニューウェーブもまた独自の進化を遂げてますよね。まあジャーマンニューウェーブも好きだけど、僕は結構 SAPT は最初に聞いた時はその辺のすごい雰囲気がしたんですよね。いや実はやっぱ SPK とスロッピンググリスルなんですよ、影響を受けた。SPK のファーストアルバムを聴いた時に、何これなんでこんなヘッポコリズムマシンなのにこんな凶暴な、しかも全部 SPK が使ってたのは EMS っていうシンセサイザーで結構高いやつなんですけど、EMS ってこんな凶暴な音出すんだでリズムマシン使ってて、多分ドンカマのリズムマシンカウベルとか入ってるような、なんかポコ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 言うような、だけどあんな凶暴な音が出せるっていうのがすごいなって。リズムマシンを使うとエレポップみたいなイメージがやっぱずっとあって、だからやっぱこの辺の人たちのシンセサイザーとドラムマシンの使い方ってすごく自分には新鮮。過剰さっていうの過剰さ、あれはちょっとやばいですよ。なんでこういうリズムマシンでこういうことなんかすごいよね、アイディアとかこうやっぱ初期の頃は衝撃的で自分のサウンドには影響が出てるかなっていう感じですね。過剰な鳴らし方がミニマルに展開されてる。そうヤマハの CS01 っていう、これぐらいのミニシンセがあって日本では全く鳴かず飛ばずで売れなかったんだけれども、ダブの人がたまたまベースアンプにつなげたらぶっとい音が出たからダブ必須のシンセになっちゃったんですよ。だから結構やっぱり我々の発想ではないところで使い方をされてるっていうか、だから海外の人って日本のヴィンテージシンセを血眼になって探すのかなっていう。ローランドの MC202 とか AFX ツインがああいう変な使い方して爆発的なヒットしちゃったり、ローランドの TB303 のアシッドハウスの人たちが変な使い方してちょっと回路が違うのかなっていうか、いい意味で
でもそこって大事で、作品作る上で形式通りつかないっていうか、なんかやっぱそこ大事だよね、曲とかレコーディングする上で。この流れからいくとやっぱこの人たちってのはクラウドロックの影響がすごい強いのかなっていうで、やっぱそういう意味でクラウドロックも自分は昔から好きだったんだけど、やっぱそこまで掘り下げて聴いてなかったんだなって改めて思って、まあ割と愛聴してるかなっていう。発想がやっぱりジャーマンロックの発想とかにすごい近いっていうか、パンクとかパンクロックもジャーマンロックとかの影響下にあると思ってたんですけど、むしろジャーマンロックの発想を結構体現してるのはパンクロックの人よりインダストリアルの人とかの方がなんか多いんじゃないかって、それでねやっぱ分かれてるっていうか、でもジョニー・ロットンとかねやっぱりジャーマンロックとかにすごい影響を受けてるけど、意外とそれは少数派っていうか、ワイヤーはその間だよね。ワイヤーはそうだからワイヤーは微妙にいいポジションにいるというか、ミュートからも出してるし、ワイヤーのメンバーはコリン・ニューマンはねもうメロディーメーカーでどちらかというとポップ職人みたいな、他のメンバーは割と実験色が強い、デュエットエモをやってたりとか、あとドームやってたりとか、そういう昔のレジェンド的な人がやってる今の音楽で聴いてるもんってありますか？さっき出たクラウドロックの人たちとかでもいいですよ。レジェンドが今現行でやってるなんだろう、TG のコージーのソロは良かったですね。クリス&コージーの女性の方です。ヌードダンサーの方です。コージーの去年のアルバムは良かったのと、なんか本も出しアルバムも出しみたいな。あとあれが良かったですね、メビウス・プランク・ノイマイヤーのメビウスの新作が良かったですね。カンタベリー、ロバート・ワイヤートは大好きですね。いいかも。スラップハッピーとかヘンリー・カウとかあの辺なんかあんまりよくわかんないだってなんかストレートドラムマシンとかキーボード審査入ってないし、やっぱなんか聴き方があったらどうしてもそうなっちゃう。バンド形式のインプロみたいなとかっていうのは結構苦手で、いやでもディシートとか好きですよ。スロークライムスってあれワークでしょって聞いてきたのは畑さんしか。ワークは好き。僕も聞きました。そうか、もろじゃないですか。ワークは一応畑さんしかいないって言ってる。そうっすよね。いないっす。なんかそのテレビっぽいにしてやめてもらって。謎にテレビっぽい。